こんにちは。クレヨンです。前回動画の春名湖観光終わり、遅めの昼食を食べようと、次の目的地へ向け移動しています。昼食のお目当ては伊香保のご当地グルメで、日本三大うどんの一つにも数えられる水沢うどん。水沢うどんのお店が軒を連ねている水沢うどん街道という場所があるので、そちらに向かいます。この辺りが水沢うどん街道。道の両側に水沢うどんの看板が並んでいます。今日はこちらの本舗丹治亭でいただいていきます。メニューはこんな感じ。お土産用のうどんも売られているようです。天ぷらも美味しそうでしたが、ざるうどんの中にしました。はい、かしこまりました。メニューはお下げして。お茶を飲みながらしばし待機します。さらっと食べるにはちょうど良さそうな量です。いただきます。みずみずしくて綺麗な麺です。麺つゆにつけると透明感が増してさらに美味しそうです。コシがあって程よい噛み応え。つるりとした麺なので喉越しも気持ちよいです。薬味で入れたごまと生姜の香りもよく、あっさりめの麺つゆとも相性抜群。うどんの甘みを上品に際立たせてくれるので、つるつると箸が進みます。後半は一味唐辛子で味変。ピリッとした辛みの良いアクセントです。うどんの甘みがさらに際立つような気がします。あと、この付け合わせの椎茸が美味しい。程よい甘辛さが箸休めに最高です。あっという間に美味しくいただいて。ごちそうさまでした。お手頃価格で日本三大うどんの一つを味わえて大満足の昼食になりました。昼食を済ませて店を出ると時刻はもうすでに14時。ちょうど良い時間になったので、このままキャンプ場へ向かいます。今日お世話になるのは、十文字ビレッジ展望キャンプ場。距離にして 14km と比較的近い場所にあります。黄色いコンテナと車が可愛らしい目印。無事に到着しました。
願いします。はーい。管理人さんは常駐されていないため、到着したことを電話で連絡。管理人さんが来るまで、サイトを一回りしてみます。柵の中にヤギがいました。サイトはすべてフリーサイト。広い原っぱといった感じで、日当たりはどこも良さそう。山側は若干傾斜がある感じでした。ほどなく管理人さんが到着されたので、受付をしてもらいます。はーい。受付シートに記入して料金は先払い。支払いは現金のみとのことでした。受付が終わったら、一通り場内案内をしていただきながら、しばし談笑。作られている十文字大根のお話や、近くの美味しいうどん屋のお話など、いろいろと親切に教えていただきました。管理人さんが別のお仕事に戻られて、再び一人に。説明していただいた施設を見て回ります。まず、こちらがお風呂。追加料金なしでお風呂に入れることにびっくり。内装もとても綺麗で清潔です。見てください。この立派な湯船。お湯を張る手間はありますが、温まりたい時はとてもありがたいですね。お風呂の隣にあるのが女子トイレ。炊事場の奥にもう一つトイレがあり、そちらが男女兼用のトイレです。便座はとてもありがたい、ウォシュレット。とても綺麗で、言うことなしです。コンテナハウスの炊事場もとても綺麗。シンクと調理台はもちろんのこと、冷蔵庫までありました。しかも、お湯までしっかり出るので、寒い冬なんかはとてもありがたいですね。映画のロケでも使われたことがあるようです。雨は降らないはずなので、屋根なし、開放度 1000% で楽しんでいきます。日が沈む前に夜を迎える準備をしていきます。ランタンを灯そうかと思ったんですが、もう少し日が沈んでからにしたくなり、先に焚き火に火を入れることにしました。調理をするのに、置き火も作りたかったので、その都合も考えて、焚き火スタートです。No minister could take. Dreams fill me up with wild desire, the constant hope that never
焚き火が落ち着くまで、沈んでいく夕日と、それに合わせて変わる空の色を眺めながら、少しのんびり。ties my wrists and ankles to the bed. Her fingertips start a hunger that can only be filled. Never know. Longing robs you of your peace. ランタンにも火を灯していきます。Perhaps she breaks, but she cannot mend. But she stays close and loyal as a friend. And when I sleep, my heart is still awake. Longing dances through my evening prayers. She ties my wrists and ankles to the bed. Her fingertips start a hunger that can only be filled. Never know. Now I have faith in God above. I have faith that I'll find my love, and I hope I'm right. My whole heart is at stake. But faith and hope are hard to keep, and all this time I'm losing sleep. And when I sleep, my heart is still awake. 日が沈んで、炎がきらめく夜が始まりました。Her fingertips start a 焚き火も落ち着いてきたので、夕飯の支度をスタートします。まずはじめに、焼き物から。椎茸とネギを切って下準備。フライパンディッシュを取り出しますが、今日はさらにもう一手間。以前、五箇山集落で買っていた、朴葉味噌焼きでいただきます。美味しい食べ方をよく読んで、イメトレは完璧。焼いた味噌の良い香りが立ち上り、それだけで美味しいことが確定したサインです。たまらず切った野菜を乗せていきます。そしてメインは、群馬県産、境の牛のかぶり。この美酒と音と香り。焼き上がりを待ちきれないので、先に乾杯しちゃいます。乾杯を合図に、楽しい晩餐をスタートします。焼け具合を見ながら、お肉と長ネギをひっくり返していきますが、椎茸はエキスがこぼれてしまうので、じっと我慢します。焼けていく様子を見ながら待つこの時間も、楽しい時間です。焼けるほどに、美味しそうになっていきます。そろそろ焼き上がったようなので、
美味しいお肉に香ばしい味噌の風味が乗っかって最高です。そして椎茸。こちらももちろん美味しいです。甘辛い味噌なので野菜との相性もバッチリでした。追加のお肉も焼きつつ、焼き上がった野菜を食べていく。ネギも美味しそうに焼けています。大葉焼きで食べる食材が美味しいので、ビールも美味しく楽しめます。この後にも美味しいメニューが控えているので、大葉焼きは軽めの周回で終了です。気温も下がってきたので、飲み物もビールからお湯割りに変更しました。続いてのメニュー。日中に長井食堂で買ったもつ煮に行きます。スープは思ってたよりもシャバシャバでした。もつとこんにゃくがたっぷりと入っています。追加で豆腐を投入。さらに先ほど残したネギの青い部分を刻み、豪快にインします。そのまま煮込んでいきます。ブツブツと最高の音を立てるもつ鍋。美味しそうです。良い感じに煮えてきましたね。熱々に煮込まれたもつ煮をこのままダイレクトに食べたいところですが、口の中が大事故になってしまうので、我慢してシェラカップで冷ましてからにします。もちろん七味唐辛子も忘れずにかけます。さて、初体験の長井食堂のもつ煮ですが、どんな味でしょうか。もつがとろけるように柔らかくて、臭みも全くありません。ニンニクの効いた味噌味のスープもコク深く、ご飯を食べたくなるお味です。これは長らく大人気店なのも納得の、食べるほど癖になる美味しさですね。七味唐辛子はお気に入りのお店、浅草屋源堀で自分好みに調合したものです。結構な量のもつ煮でしたが、飽きることなく食べ進められたので、焼酎のお湯割りを飲みながら、あっという間に食べきってしまいました。締めに食べるのは、焚き火に忍ばせておいた焼き芋。良い感じに焼けた焼き芋もペロッと平らげ、大満足の晩餐になりました。たっぷり食べて飲んで大満足したら、あとは焚き火と夜景を見ながらのんびり。ランタンの明かりにも癒されながら、ゆっくりと静かな夜を楽しみました。おはようございます。曇り空の朝。小さく朝焚き火を始めます。
予報では雨は降らなそうなので、朝食は外で楽しみたいと思います。とりあえずお湯を沸かしてコーヒーの準備。あえて時間をかけるコーヒータイムも楽しくて贅沢な時間です。朝食は道の駅小餅で買ってあったおまんじゅう。小腹のすくタイミングがなかったので食べられてなかったけど、ちょうど良い朝食になりました。まずは味噌まんじゅうから。素朴な生地の中に甘じょっぱい味噌あんがちょっと少なかったので少し物足りない感じでした。生地はもったりと重い感じで1個でも食べ応えがある感じでした。よくあるまんじゅうというよりパンに近い感じの食べ物ですね。続いて野沢菜まんじゅうをチョイス。こちらは生地に練り込まれているパターンでした。野沢菜の爽やかな香りが口に広がる味噌まんじゅうとはまた違った味わい。どちらもあまり食べたことのないまんじゅうで新しい発見が嬉しい朝食になりました。チェックアウトは11時なので朝食を食べて片付けをしても時間はまだ余裕。白く煙る遠くの山々を眺めながら時間までのんびりと過ごしました。チェックアウトの時間になり出発。平日寒ソロだったので静かでとても過ごしやすいキャンプ場でした。キャンプ場を出発したら今回の群馬旅最後の立ち寄りスポットへ向かいます。前日管理人さんに教えていただいた春名十文字うどんを食べに向かいます。お店は目と鼻の先なのであっという間に到着です。営業時間が11時からなのでチェックアウトの時間からロスがないのも非常に嬉しいお店でした。幸いまだお客様は少なめだったのですぐに席に案内されました。注文したのはお目当ての1100円の肉汁うどん。こちらのうどん屋は十文字ミートという精肉店が経営しているらしく、お肉を売っているコーナーがあります。並んでいるのは各種豚肉。この豚肉を使った肉うどんが美味しくて評判のようです。お隣には自慢のうどん屋ピクルス。こちらもうどんに乗っていて美味しいと評判のごぼう天も売られていました。席に戻って水を飲みながら待機します。ちなみにメニューはこんな感じ。種類が少ないと選びやすいですよね。何かプラスワン的な食べ方があったらしいです。まあ頼んじゃったし、このアレンジは次回来た時にしましょう。はい、ありがとうございます。つけ汁の美味しそうな香りが食欲をそそります。
麺は平打ちで若干縮れている感じです。さっき打っていた生うどんとはちょっと違うんですね。麺はもっちもちでコシがしっかり。麺が軽く縮れているのでスープも絡んでくれます。美味しいと噂のごぼう天はどうでしょう。薄く削いだごぼうなのでカリカリと良い歯触り。香ばしい香りが口の中で広がってとても美味しいです。これをつゆにつけておくと旨味とコクが出るらしいです。そして人気の理由のお肉とスープはどうでしょう。美味しいお肉がたっぷり入っているので満足感高めです。豚肉の旨味に醤油がしっかり効いたスープは濃いめのスープだけどしつこくないのでうどんがどんどん進みます。ごぼう天の旨味がつゆに染み出してさらに美味しくなっていくうどんは最後まで飽きずにいけちゃいました。ごちそうさまでした。キャンプ場の管理人さんに教えてもらったこちらのお店、とても美味しいお店でした。水沢うどんとはまた違った美味しさのこちらのお店。群馬旅最後にこんな良いお店に出会えて今回の旅も楽しい記憶で締めくくることができました。